こんにちは、アレスチャンネルです。今回は不合理。著者はスチュアート・サザーランドさん。オックスフォード大学で心理学や哲学を専攻し、サセックス大学実験心理学研究所所長も歴任されています。私たちの誰もが免れない思考の罠を見ていきましょう。人間は一度こうと思い込むと、その考えを正当化しようとする。よく言われるハロー効果もその一例だ。ハロー効果とは、ある人の長所に好感を持つと、その人のすべてがよく見えてしまう。人間には長所もあれば欠点もあるのに、私たちはそのことをなかなか受け入れようとせず、一貫性を持った全体像を作ろうとする。時間やお金や労力を費やした対象には、なおさら強く執着するものだ。例えば、ある夫婦が家を購入するとしよう。まず予算の範囲内で、設備が整ったキッチンがいいとか、ダイニングは広い方がいいと、いろいろ希望を出すだろう。実際に物件を見に行った時には、一つ目立った特徴があれば、全体の印象はそれに引きずられる。これがハロー効果である。複数の物件を見て回り、比較検討した上で、夫婦は一軒の家を購入する。この時点で、彼らは家探しのために費やした時間と労力に加え、多額の金を投じたことになる。こうした場合、私たちは自分たちの投資を正当化しようとする。愚かな選択をしたとは思いたくないからだ。そのため、家を買った直後は、買う前に気づいた長所を過大評価し、短所を過小評価する傾向がある。設備が整ったキッチンは理想のキッチンになり、狭苦しいダイニングは居心地の良い空間ということになる。多額の金を無駄にしたとなると後悔に苛まれるから、無意識のうちに賢い選択をしたと思い込もうとするのだ。こうした心理を示した研究はたくさんある。例えば、卒業を間近に控えた経営学科の学生たちに会社訪問を終えた後、入社を希望する3つの会社について、その魅力を採点してもらったところ、その時点では3社の評価はほとんど差がなかった。そして学生たちの就職先が決まってから実際に入社するまでの期間にもう一度採点させると、就職すると決まった会社の評価は上がり、後の2社の評価は大幅に下がった。人間は自分の手に入らなかったものをつまらないものと思いたがるのだ。一方で決断した後で満足ではなく後悔の念を抱く場合が2通りある。一つは決断の直後、自分の選択に自信がなくなり、もしかしたら外れくじを引いたかもしれないと心が揺れること。これは一時的な感情で、私たちはその後すぐに選んだものを過大評価することで自分を納得させる。もう一つは選択の結果があまりにもひどく、どう頑張っても正当化できず、後悔するしかないような場合だ。家を買ったはいいが、屋根は雨漏りするし、壁や床があちこち腐っていたら、いい買い物をしたと自分を納得させようとしても無理だ。こうした場合は、自分の間違いを認めざるを得ず、後悔することになる。最初の決断を撤回せざるを得なくなると、今度は逆にその決断の結果を極端に悪く考えたがる。人はその決断の結果が徹底的にひどいものだったと決めつけ、自分が気を変えたことを正当化しようとする。こうした場合、私たちは過去をなかったことにしようとして、過去を思い出させるものを処分したり、避けたりする。別れた恋人たちはお互いの写真を燃やすし、配偶者が出て行ったなら、残された人は配偶者が残していったものを処分する。過去を思い出させるものを避けるのだ。過去を極端に悪く考えるのは、事実をねじ曲げることになり、不合理な思考だが、忘れようと努力することは不合理とは言えない。ただ、忘れる前に反省することだ。人は得てして経験に学ぼうとせず、同じ過ちを繰り返す。逆に自分の選択が間違っていることに薄々気づきながら、徐々に行動をエスカレートさせる場合もある。
立ち止まって頭を冷やそうとせず、どんどん深みにはまっていくのである。犯罪者は多くの場合、些細な盗みから始まって、次第に大胆になり、ついには強盗や殺人にまで手を染めるようになる。悪の道に入った当初は人を殺すことなど考えられなくても、徐々に悪の度合いが増していくので、本人は深みにはまっていることに気づかず、今までと大差ないことをしているだけだと思っている。このように知らないうちにずるずる深みに足を取られることは普通の人でもよくあることだ。いくつかの実験で人にあまり気乗りのしないことをさせるには徐々に慣らしていく方法が有効だと分かっている。例えばある実験で主婦に家の前に安全運転を訴える小さな標識を立てさせてほしいと頼んだところ、ほとんどの人が承諾した。次の段階では、最初に承諾したグループと初めて接触するグループに大きくて目障りな安全運転の標識を立てさせてほしいと頼んだ。すでに小さな標識を受け入れたグループは 75% の人が大きな看板を立てさせることを承諾したが、初めて頼んだグループは承諾した人の割合は 15% に過ぎなかった。また、人は不快な思いに耐えると耐えた甲斐があったと思い込もうとする。それを示した面白い実験がある。新しいダイエット法の効果をテストしたいと言って、肥満女性の被験者を募った。被験者たちがやらされるのは、あまり愉快ではない様々な課題だ。例えば、少し間を置いて再生される自分の声を聞きながら、同様の歌詞を読み上げるというようなもの。被験者の半数は、こうした課題を毎回1時間ずつこなす。残りの半数は、毎回数分で終わる。そして、被験者全員の体重を1年後に計測したところ、課題を1時間こなしているグループは、平均して3キロ余り体重が減っていたが、毎回数分で終わったグループは、ほとんど変化がなかった。言うまでもなく、与えられた課題そのものは、減量には全く効果がない。それでも、不快なセッションに耐えた女性たちは、自分の努力を正当化したい心理が働いて、無意識のうちに、その後に減量に努めたということになる。これと関連したもっと極端な心理がある。人間は何かをするために、お金であれ、時間や労力であれ、何らかの犠牲を払うと、それを続ければ損害が大きくなる一方だと分かっていても、どこまでも続ける傾向があるのだ。あなたも一度や二度はつまらない映画を見に行ったことがあるだろう。耐え難いほど退屈だと思っても、大抵最後まで見てしまう。それによって二重に損することになる。チケット代、そして2時間耐えなくてもいい退屈に耐えたこと。つまらないと思った時点ですぐに席を立てば、失うのはチケット代だけで済む。こうした不合理な行動は、これまで見てきたものよりもさらに愚かな行動である。どう考えても賢い選択をしたとは思えない状況なのに、退屈な映画を見るという行為にしがみつくからだ。そこでは、払ったお金の分を取り戻さなければ損だという心理が働いている。損失を認めて、それ以上の損失の拡大を防げばいいのに、意識的か無意識か、途中で放棄することを拒む。こうした例は日常的によくある。例えば投資家は株価がどんどん下がり続け、損をしてでも売るしかない局面でも、どこまでも売り渋って、最終的に大損をしたりする。ある程度の金額や時間を投じると、無益だと分かっていても中止できない。こうした心理はサンクスコストの誤謬とも呼ばれる。例えば、劇場に行ったとしよう。あなたは入り口でチケットをなくしたことに気づく。窓口の係の人に再発行してほしいと泣きついても、できませんの一点張り。まだ空席がありますから、新しいチケットを買ってくださいと言われる。チケット代は5000円。なくしたチケット代を含めると、1万円を払うことになる。1万円払ってまで見るほどの芝居ではないと考えて、
あなたは家に帰るだろう。実験では多くの人がそう考えることが分かっている。しかし、この考え方は誤りだ。チケットはなくしてしまったのだから、その分の5000円はもう返ってこない。そうであれば、そもそも5000円払って見る価値があると判断した芝居なのだから、もう一度5000円を払って見る価値はあるはずだ。こう考えてみてほしい。最初にチケットを買う日の前日に、あなたが5000円を落としていたら、あなたはそのチケットを買うのをやめただろうか。この手の過ちは過去の損失にこだわることに起因する。問題は今この時点での損得だ。起きてしまった過去の出来事はどう頑張っても取り返しがつかない。このまま続ければ損失が広がると分かっているなら、今までにどれだけ多くのお金や労力をつぎ込んだとしても、直ちにやめるべきだ。あるいは先ほどの劇場の例のように、現時点で何かをすることにメリットがあるなら、すでに損をしていたとしてもやるべきだ。あらゆる決断は今この瞬間の状況に基づいて下さなければならない。過去からは教訓を学ぶにとどめ、過去には一切こだわらず、未来に目を向けることだ。これに関連した、やはり多くの人が陥りがちな誤謬がある。1本2000円でワインを買ったとする。その価値がどんどん上がり、5年後に2万円になっていたことが分かった。この人は1本3000円以上のワインは買わないと決めていたとする。それならば当然、値上がりしたワインは売るべきだ。ところが多くの人は売ろうとせずに2万円の価値があるワインを自分で飲んでしまう。今の価値が問題なのに、過去にいくら払ったかを重視して、そうしてしまうのだ。こうした過ちは日常生活のあらゆる場面に潜んでいる。例えば私たちは1万円の価値がある骨董物の花瓶でも、何年も前に1000円で買ったものであれば、壊してもさほど惜しいと思わないが、昨日1万円で買ったものならとても悔しがる。いずれの場合も1万円を失ったことに変わりはないのに、安く買ったものは惜しいと思わないのは、自分が払った金額は強く印象づけられている情報だからだろう。効果のない飴と鞭。ある学校で3ヶ月間にわたり、8人の学生に2交代制で学生新聞の見出しを作ってもらった。最初のシフトの4人には、見出し1つにつき100円の報酬を与え、残りの4人は報酬なしだった。調査した最後の数週間で、報酬なしの4人は、報酬ありのグループよりも多くの見出しを作り、また最初の数週間よりも多くの見出しを作ったが、報酬ありのグループは生産性を上げられなかった。報酬をもらったことで、見出し作りへの興味が薄れたようだ。成人1200人に献血に協力する意思があるかどうかを聞いた調査では、1000円の報酬を約束されたグループより報酬なしのグループの方が協力を申し出る確率がはるかに高かった。楽しい活動だけではなく、それ自体意義がある活動でも報酬を与えられることでその意義が減るように感じてしまうということだ。こうした実験結果を見ると、報酬の効果に疑問を持たざるを得ない。心理学者も一般の人も、誰かに望ましい行動を取らせるためには、鞭よりも飴、つまり何らかの報酬を与えることが良いと考えがちだ。確かに、短期的にはこのやり方は効果がある。しかし、これらの実験が示すように、少なくともそれ自体が楽しい活動では、報酬を与えられると人はその活動に興味を失っていってしまう。楽しい活動でも物質的な報酬を与えるとつまらなく感じるし、つまらない活動をやる気にさせるためには報酬は役立たない。にもかかわらず、欧米社会では報酬で釣って人をやる気にさせるという考えが教育やその他の分野に広く浸透している。学校では成績をつけて学習意欲を引き出そうとするが、
このやり方はむしろ勉強はつまらないものだと思わせる結果になっていないだろうか。本を読んだり算数の問題を解くことは純粋に面白いと生徒に気づかせる方が学習意欲を高めることにつながる。何かをうまくやり遂げることや何かを発見することは深い満足や達成感をもたらして、そうした感情の方が外から与えられる報酬よりもはるかに意欲を高める効果を持つ。会社は給料やボーナスなど金銭的な報酬で社員のやる気を引き出そうとするが、こうしたやり方では社員は仕事をつまらないものと感じてしまいかねない。人間は外から押し付けられたものより自分で選んだものに対してはるかに強い思い入れを持つ。残念ながらそのような経営スタイルはアメリカやイギリスでも主流にはなっていない。では、報酬を与えられると仕事や活動がつまらなくなるとしたら、罰を与えられたら禁じられた活動が一層魅力的に見えるのではないだろうか。いたずらをした子供に厳しい罰を与えると、軽い罰を与えた場合に比べ、罰せられる恐れがなくなった時に、またいたずらをする確率が高くなることが実験で確かめられている。あるおもちゃで遊ぶことを禁じて、軽い罰を与えた場合と厳しい罰を与えた場合を比べた研究がいくつかあるが、いずれの場合でも厳しい罰を与えられた子供たちは、そのおもちゃに強い執着を持った。家庭内で行った研究で、親から厳しい罰を受けていない子供は、親がいる時もいない時も言いつけをよく守ることが分かっている。禁止されると欲しくなるのは天の弱の心理のようだが、飴で釣って何かを強制される場合と同じように、鞭で脅す場合でも、人は外から何かを強制されることに対して反発するようだ。軽い罰で何かを我慢することを選んだ子供は、罰がなくなっても我慢する。それは自分で選んだ行動だからだ。厳しい罰を恐れていたずらをやめた子供は、罰せられる恐れがなくなれば、またいたずらをする。結局のところ、子供も含めて人間は、外から与えられる報酬と罰、つまり、飴と鞭に反応しないということだ。小さい頃から徐々に形作られてきた、その人の価値観があり、外から飴と鞭でその人の行動を制御しようとしても、うまくいかない。ある実験では、10歳前後の子供に2つのおもちゃを見せて、1つあげるけどどっちが好きと聞く。子供にこっちが好きと選ばせておいた後で、実験者がその2つのおもちゃをしげしげと見比べ、どっちも同じようだね。まあ君にはこっちをあげることにしようと言って1つを渡す。それは子供が好きだと言った方のおもちゃだが、土壇場で実験者が決定権を奪ってしまったことで、子供はそのおもちゃに対する興味を失ってしまう。子供が選んだ段階ですぐに与えれば、こうしたことは起きない。自分で選んだものだろうと、他人に与えられたものだろうと、そのものの価値は変わらないはずだ。自分で選んだかどうかで執着の度合いが変わることは、私たちの判断がいかにいい加減かを端的に示している。通常の場合、周囲から強制されるのは本人が自主的にやろうとしないことだ。そのため、私たちは他人から強制されると、それが何であれ不快なことだと思い込む。これは不合理な思い込みだが、それと同じように他人に何かを強制することも不合理であり、その人のために良かれと思って強制しても逆効果になる場合が多い。まあ、現実には飴と鞭が必要だという人も多いだろう。例えば会社では経営側の工夫で仕事そのものが面白くなればいいが、そういかない場合が多い。子供であれ大人であれ、罰を与えるしかない場合もある。そうであっても、飴と鞭はいずれも逆効果になりかねず、可能ならばできる限り本人の自由選択に任せることが望ましい。